はい、皆さんこんにちは。機械系男子のケンイチです。2025年明けましておめでとうございます。あっという間にね、2024年も終わって2025年が明けましたけども、毎年恒例のですね、お正月休みですね、ブックオフが、ぶち上げ祭っていう特特祭っていうのを開催して、本がね、全品20%オフっていうセールをね、開催してましたので、今年もですね、例に漏れず、ブックオフでね、いっぱい本を買ってきました。例年ね、実はですね、僕はぶち上げ祭をね、活用したことはなくて、実は例年年末に行ってたんですね。やっぱ年初って混むだろうと思ってて、年末にその20%オフじゃなくてもいいから買いに行くかっていう風にやってたんですけども、やっぱ20%オフってよくよく考えたらすごいでかいよなって思ってですね。で、今回ですね、買ってきた本がこちらにあるんですけども、これ全部でですね、なんと2200円とかだったんですよね。すごいことなんですよ。ほとんどが220円以下コーナーから選んだ本ではあるんですけども、それでもね、やっぱこんだけの本がね、2200円で買えるってすごいことだなっていうのでね、今回ね、そのぶち上げ祭を活用させて、本をね、いっぱい買ってきたので紹介したいと思います。ではまず1冊目ですね。1冊目がですね、こちらの、じゃん。はい、ポッポ屋です。いや、これね、単行本なんですけども、多分ね、文庫本コーナーにもあったのかな。僕は単行本よりかはね、文庫本の方が好きなタイプなので、基本的に文庫本コーナーからね、探してました。で、全部選び終わった後にレジに並んでると、そのレジの並ぶ列の横にですね、今話題の本だったり、単行本で安い本とかっていうのが、またそこにね、棚があるんですよね。で、並んでる間暇なんで、そっちの方を棚見てたら、このポッポ屋がね、あったんで、これ読みたいなと思ってたから、これをね、パッて、カゴの中に入れて、レジに向かったんですよね。で、このですね、ポッポ屋っていうのはですね、人生で一度読んだ方がいいっていう、ネットで検索するとね、結構その中に入ってくる、ランキングインしてくることが多い本なんですね。で、どういう話かっていうのは僕はね、全然知らないんですけども、なんとなくね、想像する話で言うと、僕はですね、有川博さんの阪急電車をですね、思い出しちゃうんですよ。はい、こちらのですね、阪急電車。これをですね、昨年読みまして、その電車っていうものにかけて、人とか物を運ぶだけじゃなくて、人の思いとかを運ぶっていう、で人の人生を運ぶっていう風にね、そこにね、着目したような、すごいね、心温まる話だったんですけども、それとね、同じような感じなのかなっていうイメージを今持ってます。おそらくこのね、鉄道員ポッポ屋っていうところですけども、おそらくその人がね、乗り降りしている姿を見て、その人の人生とかを思い描いたり、少し想像したりとか、そういう心温まるようなエピソードなのかなっていう風に認識してるんですけども、実際ね、読んでみないと分かんないので、結構楽しみにしてます。で、2冊目ですね。2冊目も単行本なんですけども、こちらの、君の膵臓を食べたいです。実を言うとですね、僕ね、この君の膵臓を食べたいっていう、原作も読んだことないですし、映画もですね、見たことないんですよ。あれだけすごい話題になったのに、全く読んだことなくて。で、今回ね、さっきも言ったんですけども、この単行本コーナーっていうのが、レジの列の横にあってですね、そこから手に取ったんで、最初に選んだ文庫本の中には、これね、入ってなかったんですよ。でもやっぱりね、その、棚にね、こうやって飾られてると、いいなと思って、パッてね、手に取って買っちゃうんですよね。で、この話もですね、僕は全然ね、前情報なくてですね、この君の膵臓を食べたいっていう、そのタイトルの意味がね、最後の最後に分かって、すごい、グッとくるっていうらしいんで、感動するような話を読みたいなって時に、こちらをね、読んでみたいと思います。はい。じゃあ次ですね。まずはですね、文庫本なんですけども、小説とは関係ないところからいきたいと思います。はい。こちらがですね、3冊目の孫子になります。これはですね、古代中国の兵法が書かれてた、すごい多くの人が参考にした兵法がね、ここに載ってるんですけども、なんでね、これをね、読もうと思ったかについてなんですけど、これね、この岩波文庫さんですけども、やっぱりその小説とか自己啓発だけじゃなくて、こういうね、ちょっと難しい本とかね、読んでみるのもいいなって思ってるのでね、定期的にこういうね、これが何の役に立つかどうかは分かんないんですけども、役に立つ立たないじゃなくて、この兵法っていうのがね、どんなもんなのかっていうのをね、知るのはいいのかなって思ってるので、今回ね、こちらを買ってみました。はい。では次4冊目に行きたいと思います。4冊目がですね、はい。こちらの、じゃん。道尾修介さんのソロモンの犬ですね。道尾修介さんね、去年も本を読みまして、この前もですね、ひまわりの咲かない夏を読み切ったんですよね。はい。こちらの。このひまわりの咲かない夏とシャドウも読んだことあるんですけども、やっぱりね、その道尾さんに対するイメージっていうのは、すごいね、その読者を錯覚させる力がね、すごい強いなって思いましたね。本文中に書かれてないんだけども、読者がね、勝手にこうだろうなって推測させる。そうやってね、その、思考を操るっていうんですかね。で、それがゆえにやっぱ最後ね、そのどんでん返しになりざるを得ないっていうか、こっちはね、勝手に勘違いしてただけなんだけども、でもやっぱそれを知ることによって、一気にね、どんでん返しっていうかね、足元から崩されるような、なんかね、そういう書き方がうまいなって思ってますね。なのでね、このソロモンの犬もね、結構おすすめする人が多いので、今回買ってみました。
はい、次ですね。次が、こちらの、池井戸潤さんで下町ロケットですね。このね、池井戸潤さんもですね、去年初めて見まして、この陸王ですね、年末年始にこちらの陸王をですね、読んでたんですよ。で、ちょうどね、この陸王っていうのがタイムリーな話で、1月1日の実業団駅伝にね、通ずる話です。これ陸王ってすんごい熱いんですよ。700ページぐらいあるのかな。多分それだけ熱いんですけども、もう一気にね、読み切れるほどね、結構、ドキドキハラハラするようなね、展開でね、読んでて飽きが来ないような作品だったので、ね、こちらの下町ロケットも直木賞をね、受賞してるぐらい、すごいいい作品だと思ってるので、今回ね、こちらを買ってみました。はい。では次ですね。次、もう何冊目かわかんないですけども、次はですね、こちらの、伊坂幸太郎さんのアヒルとカモのコインロッカーですね。これね、伊坂さんはですね、去年もね、僕は何冊か読んで、去年読んだのは2冊でしたね。風雅優雅と、あとはホワイトラビットですね。で、このね、ホワイトラビットも風雅優雅も、ちょっとね、風雅優雅特にそうだったんですけど、胸くその悪い話だったんですよ。で、伊坂さんっていう僕のイメージで言うと、やっぱその明るい感じの、ちょっと痛い思いするんだけども明るい感じのね、物語だなと思ってたらね、結構ね、この風雅優雅でやられてね、で、結構その伊坂さんの物語の調子自体はね、全然変わらないんですけども、こちらのね、アヒルとカモのコインロッカー、これもね、結構伊坂さん好きな人はね、すごいおすすめしてくれる本なのでね、胸くそ悪くてもね、悪くなくても多分ね、結構楽しめる作品かなって思うので、ね、今回こちらを選んでみました。で次ですね、次が、こちらの宮部みゆきさんの希望層ですね。宮部さんもですね、去年初めて初挑戦して、2作読んだんですね。貨車と、昨日がなければ明日もないっていう話。で、このですね、希望層っていうのは、昨日もなければ明日もないっていう、同じ登場人物っていうか同じ主人公の話なんですよ。で、確かね、何作かね、繋がってる話があるんですけども、おそらく時系列的に考えたら、多分こっちよりも前の作品なんですよ、希望層っていうのが。で、僕ね、このね、昨日がなければ明日もない短編の中の一個に、すごいね、もう心やられて、宮部さんのイメージがね、怖いっていう印象になったんですよね。めちゃめちゃね、心がえぐられて、結構ね、その胸くそ悪い話ってのは全然あるんですけども、胸くそが悪いにとどまらず、さらにこっちはね、すごい心のダメージを負うぐらいの、すごい力のある作家さんだなって僕は思ってるんですよ。やっぱり力がある、そんなイメージがね、僕はね、宮部さんに対してね、思ってるので、今回ね、やっぱりその宮部さん怖いっていうイメージなんですけども、でもやっぱ怖いがゆえに、力があるがゆえに、中毒性があるっていうんですかね。やっぱまた読みたくなっちゃう。怖いんだけども、生半可な覚悟で読めないけども、やっぱ読みたくなっちゃうっていうのがね、それがね、宮部さんかなっていう風なイメージですね。はい。では次ですね。次が、こちらの、はい、百田直樹さんで永遠のゼロですね。このね、百田直樹さんの本、去年もですね、カエルの楽園を読みまして、カエルの楽園は結構皮肉が効いた面白い話でしたけど、このね、永遠のゼロと同じような感じで、戦争中の話ですね。それがですね、こちらのね、海賊と呼ばれた男、これをね、読んだことがありまして、このね、小説がすっごい良かったんですよ。めちゃめちゃいい話で。で、映画化もね、岡田准一さん主演で映画化もされたんですけども、実はですね、この永遠のゼロもね、映画化されてるんですけども、まだ映画もね、見たことないんですよ。僕はね、映画と、その映像されてる作品と、原作がある場合は、やっぱ原作を、ね、先に読みたいっていう気持ちがね、この本から芽生えちゃったんですね。それまではですね、別に映画を先に見ても、原作を先に読んでもいいだろうと思ったんですけども、そうじゃなかったと。原作をね、先にしたいなっていう思いがね、この作品から芽生えてしまってですね、これなんでかっていうと、原作読んですっごいいい話だったんですよ。で、映画化されるってことですごいウキウキで映画館行ったんですけども、映画を見た時に映画のね、出来がね、すごい良かったんですよ。めちゃめちゃいい話で。でもね、唯一僕がね、ちょっと残念だなと思ったのが、この原作の中で出てくる登場人物のうちの一人、その先生、師匠みたいな人がいるんですけども、その人がね、この原作では結構出てくるのに、結構いい味を聞かしてたのに、でもね、その映画ではワンシーンしか出なくて、それがね、本当にすごい残念で。なのでね、やっぱり映画を見るだけで知った気になるのもちょっともったいないっていう思いがね、募っちゃったので、映画もね、映画ですごい楽しめるんですけども、やっぱりその原作も知りたいっていう思いが芽生えてしまったので、原作を読むんだったら、まっさらな状態でね、原作読みたいなっていう風に考えまして、今回この永遠のゼロもですね、映画を見ないまんま、この原作から読んでいきたいなと思います。はい。では次ですね。次が、こちらの、はい、重松清さんの流星ワゴンですね。このね、流星ワゴンですね、やっぱりその人生で一度読んだ方がいいって言われてる本の中に、結構ね、ランクインしてくる作品なんですよ。で、重松さんは、僕はね、今のところ、君の友達しか読んだことないんですよ。その、理不尽なっていうか、厳しい現実を
突きつけられた状態でも人々がね前向きに生きていくっていう姿を描いた作品でして、結構ね重松さんはそういうね現実味を帯びた作品の中でのその人のね前向きな気持ちをね捉えるとかすごいうまいのかなって思ってるんですよね。なのでね、流星ワゴンの話も中身はね全然知らないんですけども、結構ね多くの人がこれ読んだ方がいいって言われてるんでね、すごいね読むのが楽しみですね。はい、では次いきます。次はですね、こちらの井上靖さんの風林火山ですね。はい。この話もですね、僕は全然ね、中身は知らないですね。で、ただですね、この井上靖さんの、去年読んだアスナロ物語ですね。それでね、井上靖さん、すごいいい作品書くなって思ったので、今年もですね、井上靖さん読みたいと思いまして、井上靖さんのコーナー行って、タイトルと表紙だけで、こちらをね、選ばせていただきました。なんかね、武田信玄が映ってるんでね、結構これもなんか男の生き様っていうか、武田信玄の生き様を通して、男気とかをね、学べるのかなっていう風なイメージで、こちらをね、選ばせていただきました。どんな話になってるのかね、ぜひ読んでみたいと思います。はい。では次ですね。次がですね、こちらの、はい。ついにですね、買っちゃいました。宮本照さんの金秋ですね。これですね、宮本照さんが好きな方から言わせると、やっぱりこの金秋が一番いいという声がすごい多いんですよ。ぜひ読んでほしいっていう声がすごい多くてですね。で、ついに買っちゃいました。まだ宮本照さんのね、読んでない作品ってのはいっぱいあるんですけども、もう僕の中ではですね、今のところこの宮本照さんのイメージですごい良くて、で、僕の中では今の1位がですね、一番いいって思ってるのが、こちらの星々の悲しみなんですよ。これをね、読んだ時は本当にね、びっくりするぐらい、これが文学かって思ったぐらいね、なんかすごい、もう心にね、響くものがあったんですよね。なのでね、この宮本照さんの作品は、ね、もう全部読んでいきたいと思ってまして、今回ですね、この金秋、やっぱりね、その我慢できずに、いろんな作品あるんですけども、やっぱりこれ読みたいと思って、今回ですね、こちらを買わせていただきました。で次ですね、あと残り3冊になりましたけども、次が、はい、こちらの西の魔女が死んだですね。この本もですね、人生で一度読んだ方がいい本の中に結構ランクインしてくるんですよね、この作品も。なのでね、僕の本の選び方なんですけども、そのみんながおすすめしてる本とか、すごい高い評価を得てる本っていうのは、必ずね、自分にもね、返ってくるものが絶対あるだろうというふうに、どの本も多分あるんでしょうけども、でもやっぱその、実りが大きかったなって思える作品が、やっぱその人々からね、評価を受けてる作品かなっていう考えなので、とりあえずね、やっぱその有名どころをどんどん読んでいきたいというところで、今回ですね、今年、こちらの本をね、読んでみたいと思います。はい。では次ですね。次が、はい。太宰治さんで、ビヨンの妻ですね。これね、太宰さんね、久々に読もうと思ったんですけども、その、最近ね、近代文学あまり読んでなくて、去年だと、金閣寺とか読みましたけども、近代の作家さんとかね、結構離れてきてたので、もう一回ね、近代文学読みたいなと思って、今回太宰さんを選ばせていただきました。太宰さんを選んだ理由としても、最近ね、心温まるっていうか、あとはその胸くそ悪い話とか、いろいろあったんですけども、その太宰さんらしいですね、タイトルからの勝手な想像ですけども、おそらくね、女性関係の、ドロッとしたような、そういうね、話かなっていうふうに僕は勝手にイメージしてるんですよ。で、そういう話をね、やっぱり久々に味わってみたいなと思って、今回ですね、太宰さんのビヨンの妻をですね、選ばせていただきました。なんとなくですね、その、現代の話でもこういうその女性絡みの本っていうのは全然ありますけども、なんていうかね、近代文学っていうかちょっと前の話の方が本当にやっぱドロッとしてるんですよね。女性の方もあんまりさっぱりしてないっていうか、一癖も二癖もあるような感じでですね、そういう女性とあと主人公のね、主人公もちょっとだらしないですけども、そこら辺の絡みがね結構面白いので、近代文学そこら辺もね面白いかなって思います。最後ですね、ブックオフで買ってきた最後の本がこちらですね。はい、ロミオとジュリエットですね。このシェイクスピアを初めて手に取ってみました。で、海外文学で言うと、僕はね、結構ドストエフスキーさんをね、読んでるんですよ。罪と罰もカラマーゾフの兄弟もそうですけども、あとはね、老人と海ぐらいですかね、海外文学っていうと、それ以外あんま読んだことなくて、結構日本文学も現代も近代も結構慣れ親しんできたんですけども、海外文学はあまり手つけてこなかったって思って、このね、海外文学の巨匠っていうか元祖っていうんですかね、このシェイクスピア、その時代の人々にすごい支持された話っていうのをね、ぜひ読んでみたいと。これが海外文学かっていうのも味わってみたいですし、あとはね、単純にね、このロミオとジュリエットっていう話の内容自体僕もね、全く知らないんですよ。もう本当にね、イメージとしたら、そのジュリエットが2階の窓から、で、ロミオが地上からっていう、あのシーンしか僕はね、全然イメージなくて、どういう話なのかなっていう、そこら辺もね、合わせて楽しんで読んでいきたいなと思ってます。はい。以上がですね、僕が今回
ブックオフに行って買ってきた本たちですね。毎年のことなんですけども、ブックオフに行って年末とか年始に大量に買ってきてですね、今年この本を読みますって言うんですけども、大体ですね、このうちの多分ね、3割ぐらい、4割ぐらい、3割ぐらいは、ちょっとね、積んどくもになって来年に繰り越しちゃうことが結構多いんですよ。ただね、やっぱ最近は、その読書のスピードが上がってきてるのか、読書に当ててる時間が増えてるのか、わかんないですけども、結構ね、1年間で読み切れる冊数っていうのが増えてきてるんですよね。なのでね、ここら辺買ってみましたけども、これを2025年のうちに全部をね、読み切っていきたいなと思います。で、今回ですね、買った本の中には、複数冊に分かれてる本ってのは、今回選んでないんですよ。毎年ね、司馬遼太郎さんとか、あとは海外文学、ドストエフスキーさんとかそうですけども、買うとやっぱ上下本とかね、あと上中下に分かれてる本とかっていっぱいあるんですけども、今年はですね、まだね、そういう上下に分かれてる本ってのが積んどく本でありますので、今年ね、新しく買うのはこういう単行本というか、一冊で収まってる本にですね、限らせていただきました。なので、今年はですね、この本を今年読みたいと思って買った本なのでね、今年中に読み切ることを目標として、いっぱいね、いろんな文学に触れながら、楽しみながら読んでいきたいなと思います。はい。それではですね、今回の動画はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。